皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、フジテレビの性上納疑惑について取り上げていきます。タレントの中居正広氏と女性との間におけるトラブル、この問題を示談したといった話から始まったこの話題は、現在フジテレビの経営にも大きな打撃を与えようとしています。特にタレントと女性との間におけるトラブルといった個人の話ではなく、これに関わる形でフジテレビが接待の場に自分の会社の社員をあてがうといったことを仕組みとして設けていたのではないか、そういった関与が疑われており、これに対する調査方針にもまた疑問が持たれているところです。そのため、トヨタや日本生命といった会社が CM の差し替えを発表し、それに続く形で続々と今、スポンサー企業がフジテレビの番組にコマーシャルを出すことに問題を感じ始めています。民放テレビ局である以上、スポンサーの信頼を失った会社は非常に窮地に立たされることとなります。フジテレビに対して放送 CM の差し替えが広がっています。少なくとも28社、CM を差し止めた主な企業は一覧としてはこちらになります。日本生命、NTT 東日本、花王、セブン&アイ・ホールディングス、日産自動車、日本マクドナルドホールディングス、JR 東日本、第一生命保険、札幌ビール、ローソン、ユニチャーム、ヤクルト本社、日本コカ・コーラ、アリナミン製薬、KDDI、東京電力、スズキ、大東建託、イオン、第一三共ヘルスケア、コスモエネルギーホールディングス、インペックス、表に入っていないところでもサントリーホールディングス、キリンホールディングス、札幌ビール、ウーバーイーツや楽天なども CM の差し替えを行うようです。そして今回女性とのトラブルが発生した原因ともなった女子アナ接待についてなのですが、これを定着させたのが現在の港社長ではないかといった記事なども出ています。タレント中居正広氏の女性トラブルで中居氏と被害女性が知り合ったきっかけが女子アナウンサー上納接待疑惑の渦中にあるフジテレビ編成幹部が主催した食事会だったことがスポニチ本誌の取材で分かった。この会食には同局の女性アナも呼ばれていた。女性トラブル発生の経緯に関し、フジテレビはこれまで一切の関与を否定してきたが、改めて経緯説明と見解が求められることになりそうだ。女性アナウンサーが同席した食事会といえば、週刊文春が報じた女性アナ上納接待疑惑がある。この報道に衝撃を受けたのが、フジテレビの港社長だった。それは、女性アナが同席する食事会を定番化させたのが、1980から90年にバラエティ番組を制作していた時代の港社長自身だったからだ。港社長の会見でこの疑惑について、自分も調査対象と繰り返し言ったのもそのためで、そもそも急遽記者会見を決めた大きな理由の一つも、この上納接待報道だったという。港社長が当時主催していた懇親会について、広告代理店関係者は、1980年代の富士のスローガン、楽しくなければテレビじゃないを主張するような楽しい会で、番組のアイデアもどんどん生まれて有意義だった。何かトラブルが起きたとは聞いたことはないと振り返った。それが、いつの間にか私利私欲で中居ら大物タレントに取り入れるために女性アナをまるで献上品のように扱ったと疑われても仕方がないような悪用したと言われているのがこの編成幹部だった。この編成幹部について質問状を送っており、被害女性と中居は編成幹部の紹介で出会ったのではないかなどの質問に、ご質問は事実と異なりますので明確に否定させていただきますとの回答だった。フジテレビはこれまで中居の女性トラブルに関して一貫して一切の関与を否定してきた。それが17日の会見で懇親の場で性的接触があったことはあるかの質問に港社長は全くないと私は思って信じておりますと全面的に否定できず苦しい表情で話した。編成幹部が主催した接待に参加したことがあるテレビ関係者は女性アナが出席者に名刺を配っていた。ただの飲み会ではなく業務で来てるんだなと思ったと話している。そしてタレントの中居氏についてはフジテレビだけではなくその他の放送局においても番組の終了のお知らせが流れています。TBS 中居正広の金曜日のスマイルタッチへ電撃終了。ザ MC3 は降板。2番組は総合的判断と発表。TBS はタレントの中居正広をめぐる女性トラブル報道を受け、中居が出演する同局レギュラー番組、中居正広の金曜日のスマイルたちへの
放送終了を発表した。中井のザ・ MC3 も降板を発表。金スマはトラブルが報じられてから初の番組打ち切りとなった。TBS は昨年から中井正広さんが出演する番組の制作や放送見合わせ、双方代理人等との対話を行ってまいりましたが、状況を総合的に判断した結果、ザ・ MC3 は降板。中井正広の金曜日のスマイルタッチへは放送を終了することにいたしましたと発表した。こうした流れの中で、今、当事者ではない中で最も大きな話題を呼んでいるのが、かつてライブドアを率い、フジテレビを含むグループ全体の買収に取り掛かったことのあるホリエモンです。例えば5日前、中井正広さんとテレビ局の件についてお話ししますという動画は218万再生。2日前の富士メディアホールディングスの株買いました。日枝出てこいという動画は265万回再生。その後もフジテレビをクルーンにする方法を解説します。67万回再生。トヨタ自動車がフジテレビへの CM を差し止める件について解説します。188万回再生。20年前、フジテレビから受けた圧力と現在の経営の実態について解説。121万回再生と非常に短期間で多くの人たちが見る注目の的となっています。今回のフジテレビの問題といったものがより注目され、大株主からも強く改善を求められるといった状況になっています。また、大株主になって経営責任を問おうといった呼びかけが行われていることから、かえってフジメディアホールディングスの注目度が高まったことから株価も値上がりしました。もともとフジメディアホールディングスの株価は成長期待がなかったことから安値で放置されており、経営危機がかえって経営陣の刷新などにつながるのではないかといったいわゆる思惑買いを呼んでいるところです。なお、株価のこうした動きはあくまでも短期的な売買を目当てにした人が多く、じっくりと資産運用を考えている方にはこうした株の売買に飛びつくのはやめた方が良いでしょう。一部の人たちは、ホリエモンが今回株を買ったことにより、政財界のお金持ちなどを呼び込むことによって、再度買収を仕掛けるのではないかといった話をしている人もいますが、それはあくまでも憶測の域を出ず、そういった買い煽りといったものが株価を動かすこともあり、むやみやたらにと手を出すような状況ではないでしょう。最後に一つ補足をしておきます。現在のところ CM の差し替えが20社以上、そろそろ30社、40社になるんではないかと言われているような状況ですが、スポンサーとして完全に番組を降りたというわけではない会社もまだまだ多いそうです。これはスポンサー枠は買っているんだけれども、今自社の広告を流すことに何らメリットがなく、むしろデメリットしかないじゃないかといったところで、契約が残った状態で CM を AC ジャパンのものに差し替えているというわけです。特に今インターネット上では性上納疑惑が疑われているフジテレビに対して CM を出すという行為があたかもそうしたフジテレビの体質に対して賛同を示しているかのように見える。そういったことが企業イメージにとって打撃になると考える経営者も多いというわけです。また、このような疑惑が持たれている会社に対して CM を出すということそれ自体も、特に上場企業の場合だと、企業統治やその企業の経営判断も疑われるといった形で、フジテレビの動きを大手企業は警戒しているわけです。ただ、この後騒動がある程度収まったなと考えた会社は順次 CM の差し止めを停止し、元通りの自分の会社のコマーシャルを始めるかもしれません。ただ、全てが全てそうではないでしょう。フジテレビの対応今後、第三者も入れて調査を行うとしていますが、その結果発表によっては、ますます火に油を注ぐようなことをすれば、当然のように、今回 CM の差し止めにとどまったような会社であっても、もうこのフジテレビの番組には CM を出しませんよといった形で、契約を更新しない可能性といったものも当然出てくるわけです。そういった CM を完全に降りるといった会社が出れば出るほど、フジテレビの経営にとっては大きな打撃となるでしょう。ただ、インターネット上ではちょっと極端に、もうこれでフジテレビは倒産するんだみたいなことを言う人たちもいるわけですが、フジテレビの新入社員も含めた平均年収は1300万円程度あると言われていますから、売上が大幅に落ちても早期退職や社員の大幅な減給、そういったものをいくらでも行える余地があるとも言えます。売上が立たなければ、ショップチャンネルのごとく朝から晩まで何か物を売るような番組ばっかりになるようなこともあるかもしれません。制作費が削られても、それに見合ったような
番組といったものもいっぱいあるので、タレント一人、撮影班一人で街を練り歩いてご飯を食べて感想を言うような、そんな番組がボコ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 といっぱい生まれるかもしれません。今回 CM を差し止めた会社が非常に多くなっていることから、フジテレビは自社の企業体質を大いに見直してほしいものです。そして他のテレビ局においても同様のことが起こっているのではないかといった話もインターネット上では方々から出ています。テレビ CM を出していた関係でテレビ局側が用意した接待の場に行ったら女性が用意されていたなんていう話をする人もいれば、そういった昔の話としての体験談や見聞きした話を週刊誌に話す人なども何人も出ています。自分の会社でも過去同じようなことが起こったからフジテレビに対しては厳しく言えないなんていうことがないように、他の報道機関はフジテレビのこの問題に対して厳しく追及するとともに、同様のことが他のテレビ局でも行われていないかしっかりと取材をしてほしいものです。少なくとも報道機関はこれまで個人のプライバシーを大いに侵害するような取材を積極的に行ってきたようなところがたくさんあります。自分たちの問題の時だけは静かに黙ってほとぼりが冷めるまでじっとしていようみたいな逃げを打たないでほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。